この傷、形作って色付け5筆で綺麗に直します。では行ってみましょう。ハードワックスはこれとこれ使うで。この2つを混ぜてちょうどええ色できたら、傷の縁を押さえ込んでゴリゴリ充填していくで。充填し終わったら一旦周り綺麗にしたって研磨して形整えていくで。瞬間接着剤でコーティングしたってまた研磨。色付け1筆目、筆さっさしてるけどこれは脳幹やで。2筆目いくで。待望の3筆目、幸せの4筆目、最後五目ご飯の5筆目。どないよ、めちゃめちゃええ感じやん。パテの色をうまいこと使って補修してますね。フローリングにアイロン、最悪アイロン跡がついてしまってます。でも大丈夫、直していきます。まず研磨、表面にボンドを塗って硬化剤で固めて研磨、ベースの色で色付け、薄い木目描き、黒い木目を描いて完成です。いい感じですね。ビフォーアフター。最悪リペアしていきます。こういうへこみ傷は周りが膨らんでることが多いんで全部カットしていきます。ジェル状瞬間接着剤を充填していきます。これで固めます。研磨しながら今日の晩ご飯は何やろなぁと考えております。ソフトタッチ、K に火のハードワックスをぶち込んでいきます。シンナーで周りを拭き取ってまた研磨、養生してバーンシーラーを拭いていきます。次にリペアカラースプレーの EW2 を拭いていきます。拭いたらしっかり乾かしてを繰り返しています。アクリルリペアラッカーで最後の仕上げをします。目印を書いて完成。角もピチーンと出ていい感じですね。おはようございます。今回は賃貸の退去後でよくあるワックスのフローリングの傷の簡単リペアです。では行ってみましょう。まずは下地処理。先の硬い丸いもので縁を押さえ込んでいってます。これをすることによってパテの収まりが良くなります。ハードワックスの F153 を充填していきます。傷にパンパンになるまでどんどん充填していきます。充填できたらヘラで形を作ります。形ができたら指で力強く押してみてください。中に空気が入っていたのでもう一回充填。ヘラで形を作っていきます。ウエストにシンナーを含ませて周りのいらないパテを拭き取っていきます。この時ワックスも溶けるけど後で直すんで安心してください。320番と3のペーパーで研磨して形を整えます。瞬間接着剤で表面をコーティングします。硬化剤を拭いて表面を整えるために研磨。さっき溶かしたワックスのヘリの部分もよく研磨しといてや。あかん、時間ない。ちょっと飛ばすけど許してな。ワックス塗りまくって完成です。今日はこれ直していくんですけどハードワックス忘れた。とりあえず触る。ペンでグイグイ縁を押さえ込んでいます。触る。瞬間接着剤を充填しています。ヘラで撫でて硬化。触る。怒涛の研磨を見せていきます。触る、ボンド、撫でる、硬化、研磨。これを繰り返して面を出して養生して密着剤を拭いていきます。次にシーラーで研磨跡を消します。色をペチャペチャ入れていってツヤスプレーを拭いていきます。これで完成です。ええ感じですね。うわ、最悪。簡単リペアで直していきます。まずは傷の縁をグイグイ押し込んでいます。サンドペーパーで軽く研磨します。このハードワックスを充填していきます。やけどには注意してください。ぶち込んでいますね。伸ばしてみるとちょっと濃い。シンナーで拭き取っていきます。この2つを混ぜていきます。こねこねしてよく混ぜて充填。形整えて周りをきれいに拭いていきます。軽く研磨して養生していきます。もやもやしていますね。これを直していきます。まずはシーラーで削り目を消していきます。ツヤスプレーをドライヤーを当てながら拭きます。もやもや感なくなりましたね。完成。ここです。今日はこの傷直していくで。ペンの蓋の丸いところを使ってグリグリしていくで。この3色を混ぜて濃い木目の色を作って彫り込んでいきます。とりあえず充填。周りの傷にも充填。これはリペア屋による配慮。綺麗に埋めたら周りを拭いて綺麗にして320番で研磨していきます。白い木目の色を作ってシャッシャッシャと色を入れていきます。バーンシーラーで削り目を消してアクリルリペアラッカーでツヤを合わせて完成。 YouTube ではめちゃめちゃ詳しくリペアのことを解説しているので賃貸退去後によくあるこの傷直します。まずは下地処理。めくれているビラビラをカットしていきます。膨らんでいるところもカットします。
縁のシートを押さえるためにも接着剤をパテ代わりに充填していきます。ヘラで撫でて形を整えていきます。次に硬化剤で固めます。硬化したら怒涛の研磨をしていきます。接着剤は硬いのでよく研磨してます。接着剤でできた小さな穴を埋めるためにハードワックスを全体的にぶち込んでいきます。ほんでまた研磨していきます。削り切った時に残っている白いパテの部分が穴が開いていたということです。まずは密着剤を拭いていきます。密着ロンでも OK です。次にカラースプレーを拭いていきます。少し塗って乾かして少し塗って乾かして色をのせていきます。養生を外して完成です。綺麗な角が出てますね。フローリングの傷、実は治ります。ほんまに治るんこれと思うでしょ。では行ってみましょう。まずは下地処理です。傷の縁をグッグッと押し込んでます。傷にハードワックスを充填していきます。濃い木目の色に色を合わせています。周りのいらないパテをラッカーシンナーで拭き取ります。320番のサンドペーパーで優しく研磨していきます。瞬間接着剤でパテの部分の表面を保護していきます。形を整えるために軽く研磨します。色付けしていきます。パテの色を濃い木目として使ってベースの色で抜いていくイメージで着色していきます。塗り方逆やってよう言われますけど、濃い木目を残していく方がリアルな木目が描けるような気がしてます。これでツヤ吹いて完成です。シンプルでいい仕事ですね。ガビガビなんてもうてるやん。まずビラビラを優しくカット。丸い硬いもので傷の縁を押さえ込んでいきます。周りが汚いからシンナーをぶっかけて掃除。瞬間接着剤をパテ代わりに充填していきます。これで接着剤を硬化。研磨して形作っていくで。角の丸みは手でいきます。ハードワックスで埋まりきってないところを埋めていくで。ほんでまた研磨。養生して白のスプレーを吹いていくで。しっかり乾かしながら負荷な垂れてくるで。仕上げのクリアスプレーを吹いて完成。ピッチピチの出来ですね。フローリングの表面が破損しています。パテ打って形作って、まず濃いめの色付け。白っぽいのをふわふわ入れて、また濃いめで木目っぽく。濃い木目を描いていきます。白っぽいので馴染ませていきます。濃い木目をつないでいって、ツヤを合わせて完成。YouTube で解説動画を配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回はこのドライバーの落とし傷を目立たなくしてくれという依頼です。まずは下地処理。ハードワックスを調色して充填して形を作っていきます。研磨して形を整えます。木目を描いてパテの跡を消していきます。養生してツヤを吹いて仕上げていきます。なんか気になる。もう少し目立たなくしていきます。これしたら絶対目立たんようなるで。めっちゃ喜んでくれるやろな。めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。もう傷どこにあったか全然わからへん。これで傷どこやねん。もうわからん。これ完璧。補修やあるある参戦。ビニールマスカーで何か作ってますね。ゴミ袋作りがち。次はドライヤー。のせんねじれがち。次はカッター。じゃなくて物なくしがち。ありました。リペアで未来を明るく、金丸補修株式会社の提供でお送りいたしました。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。